距離が近い分気づかないで意外とおすすめにスルーするっていうあまりにも近すぎてこうやっててね。見た時にまあ構想がパッと浮かんだんですよね。あまあやっぱり面出しはちょっとやっぱレコード屋をやるにあたってはちょっと憧れというか、まああった方がいいだろうと。まあそれで場所はまあこの作りだとここしかないなっていう。はいはいはい。結構レコードホールって疲れるじゃないですか。疲れるレコードなんであれ疲れるんだろうこんなことやって。お腹すくし結構あ体力も消耗するっていう。本当出前取りたいんですよ、ね。出前取りたい。また阿佐ヶ谷駅のいい感じのこう路地入ってって、この場所にするっていうのもなんかポイントあったんですよ。うわモノラルのオリジナル。はい、オリジナル US。でも買えないわ。今日はこれどんな感じなんですか？苦笑いから今結構生えてる途中なんですよね。え変えてる途中まあちょっと今春気になってるんですけど、はいはいはい。これから何か入れようとしてる感じでね。そうそう、まあちょっと新入感の面白いところ。まあジャズでちょっと多いですよね。はいはい真ん中ブルース。はいはい。そうですよね。デュークエリントン2枚っていう。エリントンエリントン入ってますよね。エリントン入ってます。なんていうかな、ここをあえてはいはいはい。レコード棚にしてないっていう、ああはい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 。そこに僕はなんかね、若泉さんのこのちょっとしたこうこだわりというか店の看板としてこれはちょっと見せたいぞと。だってここ並べればまあここぐらいまで普通に入るじゃないですか。いやそうですよね。それなんかあるんですか、設計として。これ店をまず借りるにあたって見た時にまあ構想がパッと浮かんだんですよね。まあやっぱり面出しはちょっとやっぱレコード屋をやるにあたってはちょっと憧れというか、まああった方がいいだろうと。まあそれで場所はまあこの作りだとここしかないなっていう。はいはいはい。でレンジでみたいな。はいはい。そこが中心でしたかね。はいはいはい。作るにあたっては。はいはいはい。そうですか、そうですか。そうなんですよ。で意外とでもね入ってね距離が近い分気づかないで意外とおすすめにスルーするっていうあまりにも近すぎてこうやっててね。こっちのは見るんだけどこっち見ないみたいなのが結構ね実はあったりするんですけど、いや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 、そこは声かけでね、声かけで、はいはい、おすすめですよみたいな話はします。だからその声かけっていうところの、このお店の対面販売の妙みたいなのがやっぱりすごいここ感じるんですよね。この距離感でね。この距離感ですごい。だってまあ在庫から言うと、まあ、なんていうか大きな店よりかは全然少ないんだけども、いや全然少ないんだけども、なんか買って帰る率はすごいんですよ僕の中では。っていうか来て手ぶらで帰ったことがないっていうそこがすごいな。この10倍ぐらいの大きさのところで手ぶらで帰る店は多いけど、そこはね若泉さんのねなんていうかこう何とも言えない販売能力ですよ。説明と全然押し売りはしないけどもこれいいんですよみたいな感じのあれがたまんないんですよね。僕自身もレコード屋さんね大きいお店行くとやっぱワクワクはするんですけど、結構レコードホールって疲れるじゃないですか。疲れるレコードなんであれ疲れるんだろうこんなことやって。お腹すくし結構体力も消耗するっていう。本当出前取りたいんですよ、ね、出前取りたいですね。ウーバーとか頼みたい。ウーバーとか行ってこれラーメンすすりながらこれやってたら最高だけどね。そういうね
感じになっちゃう、はい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 だけど、まあ、このお店の規模を見た時に、まあ、ちょっと面白いものをこう凝縮したものをおすすめできる環境じゃないかなと思って、はいはいまあ、パッとここはいいなっていうのもやっぱあったんですよね、最初。始まりはいつぐらいですか、このレコード屋さん始めたのは。今年5年目5年目ですよ。はい、2017、16年ぐらいですかね。でこれまた阿佐ヶ谷駅のはいいい感じのこう路地入ってって、はいこの場所にするっていうのもなんかポイントあったんですか。まあ要するに中央線線でもいろんなとこあるじゃないですか。そうなんですね荻窪だろうが。今考えるといろんな場所ありますもんね。はいはい。まあ、友人がお店を先に出してたっていうのが、おうほうほう。この先にある雑貨屋さんなんですよ。雑貨屋ははいはいおもちゃ屋さんっていうおうほうほう。まあ、彼女が、はいまあ前の輸入雑貨の店の、まあ、後輩に当たるんですけど、はいはいまあそれでお店を出すっていうんで僕が来た時に、まあ、うんこの通りはすごくいいなと、うんうん。ピンときてピンときてで物件空いてねえかって話をしたらそこちょうど空いてるここ空いてて。で、まあ流れは結構良かったかなっていう。でスペース的にもいい感じだし。うわモノラルのオリジナル。はい、オリジナル US でも買えないわ。だってこれ12,800円。うわもういきなり欲しいもの出てきちゃったけどな。いやそういう感じにね反応してもらえるとそうでしょ。面出しは前話してたのがすごい面白かったのはスマホ世代の人たちがレコード買いに来て、はいはいはいで聞けるのにその場で携帯で聞くっていうねここでいつでも視聴しますよできますよって言ってるのにはいはいその場で聞いてて聞いてるっていうで説明をしてる人間もいるのにっていういるのにっていうねそれで携帯で検索しながらこのアルバムはどんなもんだろうって調べてるっていう一体何事だみたいな、今だからアプリでうん、なんですか音を拾えば全部出てしまうっていうはあはあはあれすごいねあすごいです本当に、ね、でこれ音拾っちゃって拾っちゃって例えばでこれで見てあこれなんだみたいなそう出ちゃうんですよそれで帰っちゃうみたいなそれで書いちゃってたまにねあそういう方もいらっしゃいますけどでもそこでこれは何ですかってその後にやっぱり若い子はね聞いてくるっていうはいそれがそこが面白いからやっぱり対面販売こだわるみたいな話をね、まあそうですね話でそうで通販もやってるけども通販も面白くないからやめたい面白くないですね面白くない通販面白くないまあ今ホームページをちょうど作り直しててはいもう通販すらほとんどやってないやってない今はで今このコロナ期ではこの、通販こそ勝負だってみんな思ってるのにいやーこの時期あえてやめちゃうっていうどんだけこの時期にそうなんですよねもう完全にやめちゃいましたねだから完全にやめちゃう前チューブラリンでしたけど完全にやめちゃってますねどんだけ対面したいんだみたいないやーそうですね対面にだいぶ固執してるところが強いですね、でもねもう最高ですよだからここ来てブラって来て話してなんか話してるだけで楽しいんじゃないですか音楽の話って何のたわいもなく話するっていうのって学生時代で普通にあったけどもう社会人になってそんな面と向かって友達となんかあんまり話しないし通販だと例えばお店とねお客さんとの間に会話がないじゃないですかはいないです、これが僕好きでこれ欲しかったんですよみたいな一言がこっちのモチベーションも上げるし上がるしなんかそういうやり取りがちょっとあるだけでもやっぱりねこっちは面白いんで、まあ、僕が面白がりたいっていうのが一番でも大事ですよねでまんまとこうなんか勧めたものを気に入って買ってもらえるっていうのは最高ですよねいいっすねって言ってくれたらいいっすねってちょっとサイコロ振ってください。了解ですでそしたらサイコロこれかなちょっとねはいなんですかこれ最高じゃないですか2個振るんですよこれじゃあもうちょうどこれ1個で1個ではいサイコロよろしくお願いしますはいはいちゃんとエディヤマ君は66を見せて渡すっていうことが分かってて、分かってきましたね。 21とかで見せて渡されると弦が悪いってなるほどはい、じゃあダブルいきますよせーのうわ来たやった来た過去最過去高最高ほうやった
やったー。グレスクさん落としちゃったよ。大丈夫。来ましたね。これほは、ら。金額的にはどれぐらいの感じなんですか？これで1万1000分です。ほ1万1000分を今日。う。それは、先ほど、デュークをこう手にしてましたけど、はい。近いですね、でもね。いや、近くても買えない。買えないんです。これね、足しちゃいけないってあなるいう不分率があって、それ個人のポケットからで、ダメなんですよ、それ。でそれやっちゃうと面白くもなんともないじゃないですか。これの意味がなくなるこれはない。その分、なんか負けてくれるだけみたいになっちゃうんで。なるほど。うわー。まあ、でもいいや。このお店だと、ちょっと相当嬉しいですよ。ありがたいですね。ありがとうございます。では。おお。いやー、こんな。伊勢さん、諭吉初めてじゃないですか。一応初めてですね。そうですよね。でもいつもバラでくれてるから。はい、すいません。はい。いいですけど。はい。じじゃあ、ゃあ、これからじゃあ、掘りに行きたいと思いますので。はい。よろしくお願いします。掘らせていただきます。はい。お願いします。これ、じゃあ、はい。これ全然見たことないですよ。エリントン。これは、はい75年リリースなんですけど、はい録音は71年。はあ、はあはあはあ、で、まあ、エリントン74年かな、亡くなるはあはので、まあ、晩年の結構作品なんですよね。あは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 まあ、結構アブストラクトな感じのあ。へジャズー。やったりとか、まあ、アフリカにテーマを持ってきたやつですね。まあ、原点回帰的なやつですね。アブストラクトな。じゃあ、もう結構いろんなことをチャレンジしてたんですね。晩年でもね。やってますよね。ちょっとこれいいですか？あ、面白い。いや、聞いたことないな。いや、本物みたいな。これ飾ってあるのすごいですよ。 Oriental, 音いい and な。 that no one will be able to retain his or her identity, not even the Oriental. And of course, we travel around the world a lot, and in the last 5 or 6 years, we too have noticed this thing to be true. なんだこれ。 So as a result, we have done a sort of a thing, a parallel or something, and we'd like to play a little piece of it for you. In this particular segment, ladies and gentlemen, we have adjusted our perspective to that of the kangaroo and the didgeridoo. This automatically throws us either down under and or out back. And from that point of view, it's most improbable that anyone will ever know exactly who is enjoying the shadow of whom. Harold Ashby has been inducted into the responsibility. 音と円リズムストアっていう、まあ、名前なんですけど、音と、まあ、漢字で書くと音と分けて書くと円はまあご縁だったりとか、まあ、そういった音を通じて円を生むっていう意味も込めて一応音と円っていうなるほど。長ったらしい名前がついてますし、このイラストは、若泉さんが描いたんですか？うちの、まあ、そのかかってる T シャツもそうなんですけど、奥さんが全部あ、そうなんですか。この辺の T シャツちょっとアパレルの。今日奥さんいらっしゃらないんですか？奥さんはね、働いてる。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あれ、若泉さんの奥さんってデザイナーとかそういう仕事してるんですか？奥さん古本屋さんです。あ、古本屋いらっしゃるんですか？神保町の、はいまあ自分で経営してるわけじゃないんですけど、はい。お店で働いてらっしゃる。大学出てずっといます。あ、本当に。じゃあ、あれですね、ご夫婦揃ってそういう古いものをそうですね。で、こう新しくこう。こっちはこれもブラジル版かな。これ覚えてます？どんなのか。これはコロンビアのクンビアが、はいまあ古い割と古めのクンビアですね。はのまあオムニバスになるのかな、これも。一応オムニバス的にそうですね。いろんな人がやってるんですかね。これかなり厚めの。熱いね、音が。
っといいんだよな。なんか謎があるな。Ya me voy, con mi musiquita tan sabrosa ya me voy.